どうもこんにちは、ホームレスの陽平です。この間取材受けたんですけど、それインスタに上げたら結構な反響があって、取材されたのがですね、おしゃれ雑誌のペンさんペンマガジンさん、しかもフランス版から、取材を受けまして、それを答えたんですけども、ウェブにも記事載ってるんですけども、全部英語なんですよね。僕が日本語で書いたやつを翻訳してもらって、でそれだと内容が分かんないから日本語で、アップしてっていう風なリクエストがあったので、今日はそちらの記事を日本語でお届けします。で、英語の翻訳もあるので、今日は下に字幕が入ります。海外の方いつも見ていただいてありがとうございます。ちょっとねなかなか翻訳がつかない動画なんかもあったりしますけども、ぜひ翻訳協力の依頼お待ちしてます。Get on up, tata, get on down. Get on the, get on the, get on the. Get on up, tata, get on down. Down, 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 down. Get on up, tata, get on down. Get on the, get on the, get on. Get on up, tata, get on down. Get on up, tata, get on down.メールでやり取りしながら記者さんからいくつか質問もらって、それに僕が答えるっていう感じのやり取りだったんですけど、結構その質問がですね、いやさすがペンのライターさんっていうような鋭い質問とか、ちょっと面白い角度の質問が多かったので、今日よかったら少し長めの動画になるかもしれないんですけども、楽しんでください。まずですね、一つ目に質問いただいた内容が15年前大学を卒業し会社員となりました。仕事場や仲間のことが大好きだったし、やりがいもあったのでがむしゃらに働きました。でも鬱になってしまったんです。その時初めてワークライフバランスが自分とは合っていなかったことに気づきました。会社を辞めてお金も底をつき、住むところもなくなって友達の家を転々としたり、橋の下で野宿する日もありました。携帯料金も支払ってなかったので、もうすぐ止まると思っていたある日、知らない番号から着信がありました。予算があまりなくてプロには頼めないんだけど、簡単な撮影をしたくて。あなた写真得意だったよね。バイト代ですから撮ってほしい。と。僕には写真という趣味がありました。もちろん趣味レベルです。二つ返事でこの話を受けました。後から考えると、これが僕の人生にとって大きな転換期でしたが、その時はとりあえず少しの期間はご飯食べれるくらいにしか思っていませんでした。その時僕は神戸にいました。撮影は1週間後、場所は東京です。新幹線に乗るお金はないけど、時間だけはあった僕にとって、自転車を移動手段に選んだことは自然な選択でした。神戸から東京まで下道だと車でも18時間。自転車で観光がてら様々な場所に立ち寄り、1週間かけて撮影当日の朝ギリギリ東京に到着しました。目的地までスマートに行くことよりも、寄り道こそが旅の醍醐味なのだと知りました。ありがたいことに徐々に依頼は増え、移動は夜行バス、そして新幹線や飛行機に変わりました。しかし寄り道のない旅をどこかつまらないと感じていました。仕事が増えるにつれ撮影機材も増えていき、スーツケースでの保管や移動が難しくなった頃、それまでの仕事で貯めていたお金で車を買いました。生活に必要なものだけではなく、サーフボードやスノーボード、アウトドアで料理ができるキッチンツールなどを徐々に揃え、ソーラーパネルでの蓄電も可能にしました。この車は僕にとってどんな豪邸よりも魅力的に感じる移動式の家となりました。旅をしながら仕事ができるこのスタイルに行き着いたのは特別なことではなく、僕にとっては自然な流れでした。こんな感じで進んでいきますけど大丈夫ですか？旅をしていて出会うものはいつも僕にひらめきを与えてくれます。
母は料理上手で、食卓にはいつも美味しい料理が並んでいました。それを生み出すキッチンという空間が子供の頃から大好きでした。日本のものづくりやデザインにも興味を持っていたので、大学ではプロダクトデザインを専攻し、キッチンや調理器具の設計を研究していました。例えば和包丁は調理の目的に合わせて500以上の種類がありますが、その歴史的背景とものづくりの関係性についての研究や、人間の舌は触れる部分によって味覚が異なりますが、カトラリーやコップの形状によって食べ物や飲み物の味がどう変化するかなどです。人間工学とアフォーダンスを軸に研究していた僕には好きな言葉がありました。アフォーダンスっていうのは物自体が説明を持つことっていう意味なんですけども、好きな言葉がありました。機能美です。機能が優れていることはもちろん、説明なしに使えて耐久性に優れ、保管しやすく、そして見た目にも美しいものは優れている。それがプロダクトデザインの機能美に対する僕の解釈です。しかし旅をしていると、それとは違う説明のつかない美しいものに出会うことがあります。島国日本にしかない景色や温泉、そして旬の食材です。人類のものづくりの歴史より遥か前から続く環境が作り出したものたちです。そのような美しいものはいつも僕にひらめきを与えてくれます。だから旅することをやめられないのです。日本で数年前から中高年の間で流行っているのが、バンで車中泊をしながら日本を旅するセカンドライフです。数十年仕事を全うして子育てからも解放され、時間と余裕を持つ人たちがしたいこと、つまり人生最後の夢が日本車中泊の旅だということに衝撃を受けました。もちろんいい意味で。別に老後じゃなくても今できるじゃん。しかもそれって俺の生活に合ってるかも。そう思って自分自身に合うバンライフの理想形を探しました。欧米にもバンライファーはいますが、僕の求めるイメージとは違いました。インスタグラムでヒットするバンライフは僕にはおしゃれすぎるように見えました。また、環境の違う日本でそれらの真似事をやることに魅力を感じませんでした。僕が求めたものは、日本の狭い道路や駐車場に適応した車、カメラの機材やサーフボードが収納できる構造、凝った調理も可能なキッチン、デスクワークができる広いワークスペース、そして快適な広いベッド、商業用のバンを買い、必要なものを必要な時に増築改造しながら今の形に至ります。幸福の概念は人によって違いますが、これまでもこれからも自分なりの裕福さを満たせれば良いと思っています。春や秋といった過ごしやすい時期にルーフトップテントで寝ることです。ここが僕の寝室です。ダブルベッドサイズのマットレスは両手足を伸ばしてもゆとりがある広さが快適で、夜風や波の音、メッシュの窓から星空を眺めながら眠りに落ちるのが最高です。あ、そうそう、寝る前にジャパニーズウイスキーを寝室横に作ったウッドデッキで飲む時間も最高です。キッチン設計の道に進もうと決めていた就職活動で間違えてサービス業の会社の説明会に行ってしまいました。レストランやホテル、そして結婚式場などを運営する企業です。全く興味がなかったジャンルでしたが、彼らの運営する店舗がものすごくかっこよかった。社員たちは情熱にあふれ素晴らしい社風の企業でした。社内に設計部門もあったことで、その企業は僕の第一志望になりました。正確にはその会社に入ること以外は考えられなくなるほど惚れ込んでしまいました。これプランドゥシーっていう会社です。料理人として入社し、料理を勉強して、その料理をもっと美味しく出せるようなキッチンの設計に携わる。その夢に人事部も理解を示してくれて、料理人としての採用が決定しました。しかし配属先での仕事はウェディングプランナーでした。将来キッチン設計をする上で必要な計画、金銭計画、
会話術を学ばせるための人事部の計らいでした。若かった僕は今すぐにでもキッチンに移動したいという気持ちと、新郎新婦の前に出ればこの2人が頼れるのは自分だけなんだから頑張らないといけないという気持ちに挟まれたままがむしゃらに働き、7年が経った時、僕の中に張り詰めていた糸が切れる音が聞こえました。そして鬱になりました。仕事は辞めましたが、その会社は未だに撮影の仕事をたくさんくれます。感謝すると同時に僕は本当にラッキーな男だと思います。目覚まし時計は年に数回しかセットしません。ルーフトップテント内に差し込む朝日で目を覚ます朝が僕の一日の始まりです。まずは波乗りワンセッション。海から上がると大抵デスクワークをします。撮影自体は週に1日2日程度ですが、レタッチや動画編集にはたくさんの時間が必要です。重いデータの送受信のためにランチは Wi-Fi が拾えるカフェなどに行くことが多いです。夕方も波が良ければ海に入り、そうでなければ早めのディナーです。食関係の撮影が多いので、フレッシュベジタブルや肉は定期的に良いものを分けてもらえます。車には冷蔵庫や調理器具を完備しているので凝った料理も作れますが、素材の味を生かしたシンプルな調理法を好みます。次の日仕事が入っていれば目的地に向かう。そうでなければ天井のウッドデッキで一杯飲んでベッドに潜り込む。それが僕の日常です。定住する場所を持ち、30代中頃までには結婚して子供を産んでという人生がこれまでの、いや今でも割と日本では一般的に賛同される生き方です。僕のライフスタイルはマイナーなこともあり、時に批判もされますが、それは保守的な日本社会の中では仕方のないことだと思っています。なので日本はバンライフをする環境が整っているとは言えません。しかし僕は良い場所を探すこと自体をエンジョイしています。そのような場所は大抵都会から離れた自然豊かな場所ですが、面白いものに出会う確率が高いからです。そしてそのような社会だからこそ、僕は自由というものを感じることができるのだと思います。日本の治安は世界トップクラスです。温泉エリアは3000以上もあり、風呂にも困りません。外国に比べると天災が多いですが、地震や台風などの災害時に家を移動できることは大きなメリットです。日本ほどバンライフに適している国はないと僕は思います。もしあなたが日本を旅行する場合、一度目は決められたコースやツアーで象徴的な場所を見るのも良いと思います。東京タワーや浅草、京都の有名な寺院などです。しかし2回目に訪れる機会があれば、車を使った旅を計画するのも良いかもしれません。比較的狭い島国日本ではエリアを絞れば移動もたやすく、それが可能です。まずあなたが一番行きたい場所を決めましょう。次に欲張りたくなる気持ちをぐっとこらえて、同じエリアでその時期の魅力的なものを探してみるのです。春夏秋冬それぞれが異なる顔を持っている日本にある46の県は、どんな時期でもあなたを楽しませるためのポテンシャルを持っています。その理由の一つに日本人の季節に対する考え方があります。例えば夏を代表する魚に鮎があります。川底の苔を食べて育ったこの川魚は内臓に苦味を持たないため、頭から丸ごと食べることができます。串に刺された旬の鮎が炭を囲むよう立てられ、遠火でじっくり焼かれる姿は日本の夏の風物詩とされています。この旬の時期に鮎を食べるのが最も良い方法だと普通であれば考えますが、日本人は少し違います。旬を迎える前、迎えた後にも概念の違う食べ頃が存在します。前者を走り、後者を名残と呼びますが、単純に直訳のファースト、リメインズでは表現できません。走りには今年もそれを食べれる季節が訪れた喜びと感謝、
名残には禅における美学であるわびさびと来年を楽しみに待つ期待感が込められています。すべての食材において走り、旬、名残は存在するため、36年間日本に生きてきた僕でも体験したのはその一部でしかありません。だからこそ逆に運命に身を任せ、あなたが訪れた場所でのセレンディピティを楽しむと良いのではないでしょうか。具体的な場所をここでお勧めできるほど日本の魅力は少なくないので、よかったら僕の YouTube に遊びに来てください。そしてあなただけのマントリップを計画してみてはいかがでしょうか。あんまりアップしてないですけど今からアップしていきます。最後の質問ですね。How do you see yourself in the future? 今日本ではミニマリズムが流行っています。僕もその一派と見られることがありますが、ミニマリズムとは程遠い存在です。余計なものは買わないという点は共通するけど、本当に気に入った一生もので車の中は溢れ返っているからです。車での生活は5年になりますが、最近狭く感じてきました。この車に寿命が来たら次はコンテナトラックに乗りたい。コンテナなら部屋に改装しやすいし、文字通り移動できる部屋になるからです。部屋の中心には茶道のできる畳のスペースを設けます。ベッドの上には天窓をつけ、今と同じように太陽の光で目覚めたい。サイドには引き出し式のスライドキッチンを設け、すぐに調理を開始できる設計。アーロンチェアを備えた広いデスクの前にあるパノラマの窓からは日によって異なる景色を楽しめる。そんな生活が訪れる未来はそう遠くない気がします。終始しっぽりした感じでしたけども、いかがでしたでしょうか。たまにはこういうのもアップしていこうかな。で、この内容をもっと詳しくしたこの間の動画で言いましたけども、ロードトゥザホームレス、ホームレスへの道、僕がホームレスになった経緯みたいなのをですね、もうちょっと詳しい動画でシリーズで作ろうと思ってますが、皆様いかがでしょうか。ぜひコメント欄で感想を聞かせてください。それではまた。Get on up, get on down, 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 down. Get on up, get on down, get on the, get on the, get on, get on up, get on down. Get on up, get on down.